皆さんこんにちは。ようちゃんずキッチンへようこそ。今日も楽しく料理を作りましょう。その前にチャンネル登録をお願いします。皆さんこんにちは。今日はですね、お好み焼きを作りたいと思います。まずですね、スケールでまず小麦粉 200g、で柔らかく仕上げたいので、ここにベーキングパウダーを約 2g 入れます。ここに牛乳を 100cc、 お水を 200cc、 そしてここに卵を2個、卵を2個入れます。ホイッパーで、よく混ぜます。ダマが残りやすいので、ここできれいに混ぜましょう。よく混ぜます。ここはダマができないようによく混ぜましょう。はい、よく混ざりました。これで、とりあえずの下ごしらえは終了です。キャベツをだいたい 250g、 この芯のところを切って 250g からだいたい 200g ぐらいですかね。 200g ぐらいをこのざく切りにします。粗くですね、粗く。こんな感じで切っていきましょう。これをですね、先ほどのお好み焼きの生地に入れちゃいます。入れちゃいます。キャベツが約 200g です。こういう風に入りましたね。次に長ネギですね。ネギを、先っちょのところを切り落として、こういう風に切っていきましょう。これがだいたい 100g ぐらいですかね。100g から 150g ぐらい。これを切ったら、また先ほどの、お好み焼きの地の中に入れます。こうですね。そして次に牛肉、今日は、200g、約 200g 使ってます。この 200g をですね、牛肉のスライスを使ってます。今日はこんな感じで並べてですね、これを約ですね、だいたい3センチから5センチぐらいの幅に切っていきましょう。こういう風に切ったら、先ほどのお好み焼きの生地の中に入れます。そしてこれを箸とかでですね、よーく混ぜていきましょう。約4人前ぐらいはあると思います。生地の中によく混ぜていきます。ここまでで下準備は完了です。次にお好み焼きの生地を焼いていきます。できるだけ大きめのフライパンを使った方がいいかと思います。このフライパンに油をだいたい大さじ2杯ぐらいですかね、
大さじ2杯分ぐらい入れてずっと温めていきます。温まってきたら先ほどの、お好み焼きの生地ですね、こちらをこの中に入れていきます。大きなお好み焼きができました。火ってね、これできるだけですね、広めにフライパンに目いっぱい広がるように目いっぱい広げていきましょう。で、芯のところまでちょっと焼きにくいので、ここで倒します。火は中火にします。中火にして中まで火が通るように火を入れていきましょう。この時にはそのまま放置しておいても大丈夫です。蓋をして放置しておきましょう。中火にしておそらくそうですね、3分ぐらいそのまま放置しておいていいかと思います。3分放置している間にですね、これちょっと大きいお好み焼きなので、たまにこう回してやるといいですね。こういうふうに回してやりましょう。回してですね。で、たまに回したらまた蓋をして中で蒸し焼きにします。この、お好み焼きを返します。返したらですね、もう一度、こうやって蒸し焼きにしてあげましょう。裏面ひっくり返してからですね、火が通ったかどうか確認するために真ん中をこういうふうに穴開けてみましょう。穴開けてですね、中に、小麦粉の生の部分が残ってなければ中まで焼けてるっていうことです。これもうちょっと焼いた方がいいので、もう少し蓋をして焼いていきたいと思います。そろそろ焼けたかもしれないですね。あまり手を加えないので、不安になる方もいらっしゃるかと思うんですけど、昔僕、仕事を教わった方に言われたのは、料理はできるだけ手を加えない方が美味しくできるっていうふうに言われましたね。不安な要素はあるんですけど、このお好み焼きも焼けてくれるのを信じるっていうことが意外と美味しく作るコツなのかもしれないです。こちらの方をちょっと確認してみましょうね。こちらの方を確認するといい感じでこういうふうに焼けてきてるので、これで OK ですね。はい。じゃあこれを、今度は切っていきます。焼いたお好み焼きを切りましょうね。でこれを、切っていきます。どうにしようかな。6等分にしました。そしていきますですね。この切り口もこんな感じによく焼けてます。このお好み焼きをデコレーションしていきます。中濃ソース、ここに中濃と書いてあるんですけど、これは韓国食材店に行けば入手することができます。でこれをたっぷりかけてですね、
マヨネーズをたっぷりかけますね。これをですね、片方向にこういうふうにするとちょっとおしゃれな模様がつきます。こういうふうにですね、こういうふうにちょっとおしゃれな模様がつきます。ちょっとこの模様はちょっともったいないんですけど、鰹節を揉みながら、よく揉みながらですね、この上にこうやってかけていきます。はい、これで、お好み焼きの完成です。これはちょっと今日大きめに作りましたので、だいたい 4,5 人前ぐらいはあるかと思います。完全にパーティー用のお好み焼きですね。皆さんぜひ、試しに作ってみてください。よろしくお願いします。シュクラーン。動画が良かったらいいねやチャンネル登録をお願いします。お友達や家族に紹介していただけると嬉しいです。過去の動画を概要欄に貼っておきますので、そちらもご覧ください。僕のプロフィールも貼っておきますので、興味のある方はぜひそちらも読んでみてください。あなたの日本料理が今日から始まります。毎日この動画を見てアラブ一の料理上手になりましょう。シュクラン。醤油をこう垂らしてハサミで回しながらこういうふうにサーモンをこういうふうに入れて